皆様こんにちは。今回は長野県白馬村です。今、長野県道33号を北上中で、小谷村へと向かっているのですが、せっかく晴れているので少し寄り道してでも、白馬で何か撮りたいなぁと思いました。しかし、晴れ間が来たからといっても、そこは例によって、いきなりアルプス狩猟船の白いベールまでは撮れないしで、北進しながら何にしようかと考えたのですが、皆さんも近年ニュース等でよく耳にするだろうところの、ある賑わいぶりを見に行くことにしました。それは昔から略して BC と言っていましたが、スキーやスノボでコース整備されていない裏山を滑る、いわゆるバックカントリーと呼ばれるものです。アルプスの狩猟船は風雲が覆ってますが、白馬のお手軽バックカントリーはそこまでは登らないので、この天気なら視界良好で賑わっているはずです。稜線から雲が湧き上がっているように見えます。これだけ日差しの強い好天になったのですから、水蒸気くらい立ち上ってもいいではないかと思うと、頂上が見えなくとも気分が下がりません。笑い。それにしてもこの景色何度見ても飽きませんね。今 JR 大糸線と国道148号をまたぐところです。この県道は右折して国道へ向かうのですが、寄り道すると決めたのでこのまま八方へ向かいます。左から降りてきてる真っ白なのが唐松岳八方尾根で、狩猟船の雲がなければその先に白馬岳が見えます。ここは飯森立教北交差点。八方尾根の上部の積雪の豊富さが眩しいです。左斜め後ろには五竜のスキー場。五竜も統合が進むなど変化があるらしいですね。白馬村道105号。オリンピック大橋も欄干が埋もれてて川面が見えません。もちろん私山好き人間としてはアルプス狩猟船が見えないのは残念なのですが、まあそこまでの好天はなかなか頻度が低いし、何よりも今日は風もなく日差しが暖かで、何かほっとするような気分の良い天気です。
左に五竜岳、真ん中、奥に唐松岳があって、その右には白馬三山があるのに見えない。それでも、それなのに素晴らしい景色です。笑顔。白馬って何か不思議な雰囲気がありますよね。この信号が八方交差点。右から来た県道322号を下ると JR 白馬駅前です。この左側が長野オリンピックのモニュメント。過去の動画で何度も左折していますが、今回はバックカントリーの賑わいを確かめるために、このまま県道322号を道なりで奥まで進みます。さてさて、どのくらいの数の車があるでしょうか。雪も十分にあるし、天気も良いので、アルプス狩猟線には近づかないような、比較的お手軽なバックカントリー滑行には、十分すぎる条件が揃っているので、そこそこの数だとは想像できますが、ともかく行ってみましょう。先ほどの五輪モニュメントから 2km 少々奥です。
この道、どうですか？除雪が追いつかないような時は大変ですが、除雪されてしまえば一点。森中の道って雰囲気が良いんですよね。笑顔。この季節のこの道を走ったことのない人は、まだなのとか大丈夫なのとか思うかもしれませんが、もうすぐです。あとわずかです。おう、そろそろ見えてきましたよ。上の方は満杯だからここまで下がっての駐車でしょう。いるいる。つながっていますね。やっぱり。一旦狭くなるからここは止められないが、この先にはまだまだ止めていると思います。あれはタクシーを呼んだ人たちでしょう。お客さんは外国の方たちですね。右の建物は帯名の湯。冬を知らずとも夏の大雪渓経験者は知ってる場所。目の前は帯名の湯の隣の二俣橋です。ここが八方尾根北面のバックカントリー帰着点になってます。きっと天気が良かったので楽しめたことでしょう。手間取っている様子なので待ちましょう。左の黒い腕より奥に BC ルートが何本もあり、その奥の雲の中は難所帰らずの県です。整ったのかな？除雪されるのはここまでなので、ここで引き返します。橋の上はすでに帰った車も多いようです。もともとこちら側から埋まって行きますからね。それに最近のゲレンデ索道の混み方から想像するに、その日に BC を複数回ループするのは難しいかも。右の2人はタクシー待ちかな。先ほどのタクシーの外人客さん、人数が増えてる、相乗りですかね。この先の駐車も結構に間が抜けていたから、ここあたりもすでに帰った車が多いと思われます。今の2台とも同じ地方のナンバーみたいなので、この時刻に登ってきたということからも、本日2回目のデポにやってきたのかも、です。今まだ残って駐車してたデポ台数だけでも30台はありましたね。ここはあくまでデポで索道まで移動をするけど、メンバーはデポ車の1人と移動車の1人なんて、そんな非効率不経済なことはしないから。
BC メンバーはデポ車1台に 2+2 で4人として考えて、それに多くのタクシー利用者を加えると、まあまあそこそこの人数になりますね。しかし策動が混んでそうだから、天気は良いけれど回転は少ないのかも。まあ何を計算してるんだか、私、爆笑。まあとにかく格好技術は当然ですが、非常用の装備の取り扱いに十分に慣れた上で、まずは必ず届けを済ませてから、良きベテランと一緒に入って、思い切り自然を楽しんでほしいものです。お疲れ様です。さてさて、混んでるだろう中心部には入らずに、ここで左折して、私は予定の小谷へ向かいます。さて、ここで白馬大橋の上に出ましたが、白馬三山の頂部には雲だし、除雪の壁が高くて川もすら見えません。とほほ。しかし、進行方向、向く角度が変わったら、空の青さがひときわ鮮やかに見える気がします。
正面奥の姫川の対岸に白く見える台地が、白馬を眺める絶景地の野平地区です。いわゆる絶景地となる条件の一つであるところの、対岸の高見という場所なんですよね。やっと国道148号に出ます。小谷方面は左折。画面右端、対岸の白い台地が野平。真正面で横に走る小道が青鬼に通じる道です。どちらも有名な対岸の絶景地です。そうそう、重要な話を忘れていました。今年3月のダイヤ改正で、JR 東日本中央線特急あずさが白馬までになります。もう南小谷まで行かなくなってしまうのです。こちら側から青鬼へ行く途中の姫川第2ダムや第1姫川橋梁あたりから見る特急あずさの姿ももうしばらくで見納めです。悲しい。時代の流れは止められませんから。せめてこれから通る際は時刻を合わせて名残の姿を眺めておこうかなと思っています。この道も少し寂しくなってしまうのかな。悲しい。ご覧いただきありがとうございました。